ウェルカムトゥ京都、ウェルカムトゥ夢や八幡 TV。本日も歴史について語ってまいります。歴史解説でですね、前々回とですね、大正の天皇の御子は、昭和天皇は大正天皇の御子ではありませんと。京都にいた明治天皇陸奥人親王のお子さんであってですね。で、平成の上皇陛下は昭和天皇の御子ではありませんと。自分の宮のお子さんでありますと。とんでもで晩でもされるんか知りませんけど、再生回数は伸びませんわね。でも真実は語っていかなければいけません。それが夢や八幡 TV の趣旨ですし、NPO 法人夢や八幡の真の歴史を知らしめる障害教育という題目というかですね、最終目標にターゲットになっているということなんですね。本日はですね、今の皇統が甲斐宮ですね。甲斐宮の皇統の元というのは、伏見宮です。どういうことかというのをちょっと語っていきたいと思います。北朝伏見宮ということですね。持明院統が北朝で、大学寺統が南朝と言われておりまして、これが後醍醐天皇のあたりから分かれていったということになっております。で、持明院統の北朝三代目崇光天皇ですね。この流れというのは93代後伏見天皇からの流れなんですけれども、初代がですね、持明院統の初代は伏見宮、栄えるこの二面にですね、人ですね、義人親王で読むらしいです。もうわかりません。そこからですね、始まっているというんですけれども、三代目のですね、貞重ですかね、親王。この方だけですね、この任命にする今、広人、秋人、成人親王です、天皇ですね。この人を使ってないと。いうことはどういうことかと言いましたらですね、この時にですね、後醍醐天皇の御子であります森永親王ですね、征夷大将軍になっておりました森永親王の血が入っているということですね。ここで南北朝が統一されているんであると。それとまたですね、この森永親王の血が入ってなかったら、皇統は告げないということになったようです。これが落合筆史で語られておりますしですね、それが正しいと思います。ですから、他の冒険から言いましたように、三笠の宮っていうのは、森永親王の流れではなしに、種永親王の流れであると。よって、行動は告げないということですね。を述べたと思います。それとですね、先行きます。113代東山天皇ですね。それから分かれて、次が114代中帝天皇になるんですけれども、ここから分かれてですね、甲斐宮が作られておりましてですね、長い人、親王ですかね、初代です。これを作ったのは白石と言われておりましてですね、こんなことを作るっていうのは八田ガラスの流れやったんじゃないかと私は思っております。で、次、杉江仁親王の流れでですね、春仁親王との、これ美しいって書いてそう読むんでしょうね。その横に流れたのが甲斐宮の皇覚天皇ということで、ここから皇覚天皇、仁皇天皇、孝明天皇、明治、大正、昭和、平成、令和と、この皇統なんですね。ですけれども、このことはもちろん先ほど申しました、伏見宮の森永親王の血が入ったですね、流れの
傍系であるということですね。で、落合石先生の落合石では、皇格天皇というのはですね、ヨーロッパですね、欧州、皇統家から入ったと。欧州皇室から入った人、まあ、一説には180以上あったそうです。三崎がですね、泉涌寺にあります。ここの伏見の稲荷さんからずっとまっすぐ行って、東山に突き当たったところが泉涌寺になるんですけれども、そこの天井につくぐらい背が大きかったと言われております。それでですね、それはどういうことかと言いましたら、この初代、義人親王からの次がですね、春人王という方がおられるんですが、ここ、三笹あります、この近くにね、伏見のね。でも、これは、偽装実居であってですね、これ、欧州に渡ってですね、神聖ローマ帝国です。ホーリーローマンエンペラーです。そこに入ってですね、エルスト鉄鋼になったとか、この春人の流れがエルスト鉄鋼になったとか、そのものであるという説もあります。それが、ハプスブルグ家を作ったんだということです。よって、ハプスブルグ家の使用人がロスチャイルドですから、ロスチャイルドは、天皇家のですね、雇われということです。で、今年ですかね、金城陛下が、ロンドンへ招かれて行った時もですね、ロンドンのシティですよ。そこに、特別招かれたはずです。そこでスピーチしてましたからね。金が落としたやなんや言って。でも、親分です。彼からしたらですね。裏を仕切る悪い奴らですけれども、その親分は天皇陛下であるということがここで分かりますわね。これは、落合菱では北条を作った欧州高等というような本で書かれておりますので、一回読まれたらいいと思います。それとですね、これは北条ですわね。まあ、南朝系と言いますからですね、南北朝の前にですね、皇徳天皇という方がおられますわね。これは、天智天皇の前ですわね。壬申の乱の後、天皇になった皇徳天皇です。この巫女に有馬の巫女というのがおられますけれども、この方の流れが欧州に渡ってですね、ドイツとフランスの国境のアルザスに入ってですね、そこで、皇室の流れを作っていったそうです。もちろん金塊を持っていったわけですね。ということですね。それで、一大勢力を作ってですね、金で持ってですよ。それで今のオランダのオラリオナッソー家やベルギーのゴータ家を形作ってルクセンブルグなんか行ったんだと。で、北上のハプスブルグからスペインの王都へ入っていってますわね。ですから、オランダと日本の天皇家は親戚付き合いなんだということで、これでなぜ、鎖国してた江戸時代ですよに、長崎にオランダだけで入ることが許されたというのがわかると思います。それとその中でですね、カール大帝というのが世界史された人は出てくると思います。フランク王国のカール大帝とですね、神聖ローマ帝国のカール、大帝というのはおるようですけれども、このカールというのはですね、皇徳天皇が巫女の時はカールの巫女と呼ばれていたと。そのカールを取ってカールであるというふうに、落合菱では書かれておりますし、いろいろ調べたらそのようです。まあ、このことはヤタガラスには聞いてませんけれど、この森永親の流れやいうのはこれ間違いなし。この森永親の大殿宮と言われてました。今はもうなくなってないですけれども、粟田口ですね、今の
京都の岡崎の動物園あたりにですね、98角の宝生寺いうのが建ってたようです。そこが天台宗の寺でですね、そこの門跡に入っていたということで、ほんで、大塔宮森流しのというふうに言われております。まあ、いろいろ調べてみてください。裏の歴史がわからんかったら、日本の歴史わかりませんし、世界の歴史もわかりませんし、今起こっていることも全くわからないと思います。本日はここまでにさせていただきます。明日は、中学時代の同窓会だそうです。に寄していただきます。嫌われ者ですけれども、私もバンバン困ること言いますんでね。本日はここまでにさせていただきます。どうもありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。